脂肪吸引放棄をメインで行っているアバン東京銀座脂肪吸引クリニックの森脇慎です。今回は顔の脂肪吸引のダウンタイムリスクについて詳細に解説していこうと思います。顔の脂肪吸引は最も一般的に行われている脂肪吸引の部位で、一重に顔といってもいろいろな場所があり、当院で行われている顔の脂肪吸引で代表的なのが、顎下脂肪吸引、頬の脂肪吸引、ジョールファットの脂肪吸引、メーラーファットの脂肪吸引など、各脂肪の部位によって分かれています。そんな中で、どのようなダウンタイムやリスクがあるかを今回は解説していこうと思います。まず、顔の脂肪吸引の先ほど言ったような種類について紹介していこうと思います。この耳の後ろから出て触ったところに触れる硬い骨。これが下顎骨というものですが、それがずーっと顎のところまで続いています。この下顎骨のちょうど下、そして顎をぐーっと引いたときに二重顎になる部位が、ここが顎下脂肪吸引ですね。当院で行われている顎下脂肪吸引では、しっかりとこの二重顎になるところだけでなくて、横から見た時のフェイスラインをしっかりとシャープにするために、この耳の後ろからしっかりとこの鋭角な洗練されたラインを出す感じで脂肪吸引を行っていってます。ここが顎下脂肪吸引ですね。そしてよく写真を撮った時に笑った時にこの膨らみが気になると言われているここの部分ですね。ニーってやった時にこの膨らみが出る部分を頬の脂肪吸引として取り扱っています。ただしこの頬の脂肪吸引気をつけなければいけないのが、あまり上を取りすぎると頬がこけて見えるということですね。なので、頬の脂肪吸引は、あくまでこのフェイスライン上に沿って、ニーって笑った時に膨らむ部分だけを取るように僕はしています。そして、ジョールファット。この口元の横ですね。ここにジョールファットという部位があるんですが、よく口元の横のポニョっとした感じが気になるとか、マリオネットラインが深くなって気になるっていう方は、ジョールファットのいい適用だと思います。そして最後に、メーラーファットですね。メーラーファットは主に2つに分かれていて、このほうれい線の直上上のところはナゾラビアルファット、そしてその横にメーラーファットっていう風にあるんですが、当院ではそのナゾラビアルファットを含めて、このニーってやった時に膨らむここの部分ですね。ここをメーラーファットとして取り扱っています。メーラーファットもあまり取りすぎると、この中顔面がのっぺりとして長く見えるので、当院ではマイルドに取ることをお勧めしており、適用もかなり限られた人に行うようにしています。あとバッカルファットというのが、この口の中から取るものもあるんですが、バッカルファットについては適用も、これに関してもかなり適用を狭くしており、このこけやすいところから下垂してこの下のところまで垂れ下がっているのがバッカルファットなんですが、本当に適用は慎重に選んで行っています。そんな顔の脂肪吸引ですが、ダウンタイムとリスクについて説明していきます。一般的なものとして、腫れ、内出血、痛み、圧迫バンドをどれぐらいするべきか、傷跡、拘縮、顔面神経麻痺、動脈損傷、へこみ、予定外の線、取り残し、そして皮膚のたるみなどが挙げられます。それでは一つずつ解説していきます。まず、腫れと内出血ですが、顔の脂肪吸引は脂肪吸引の全部位の中で一番腫れと内出血が少ないです。というかダウンタイムがかなり少ないです。というのも、顔の脂肪吸引で一般的に取れる量は多くて 100cc。だいたい平均的に取れる量が40から 50cc 程度のことが多いです。例えば二の腕の脂肪吸引だと平均で400から 500cc 取れることを考えると、10分の1の脂肪量しか取れません。10分の1の脂肪量しか取れないということは、それだけダウンタイムもきつさもそこまではボディと比べるときつくないというのが挙げられますね。なので腫れと内出血ですが、出ることはありますが、そんなにひどく出ることはなく、1週間でここはちょっと黄色いなぐらいの人が多い印象ですね。なのでそこまで気にせずに次の日からお仕事や学校に行くことも可能というふうにカウンセリング中は説明させていただいています。次に痛みですね。こちらもそこまでは痛みは出ないので、あんまり心配せずに受けてもらっていいと思います。体の脂肪吸引、特に太ももの脂肪吸引などはかなり痛みが強くて、次の日とその次の日ぐらい、2、3日は休むことをお勧めしていますが、顔の脂肪吸引に関してはそこまで痛くなく、通常通りの生活は送れると思います。糸リフトを併用すると、その糸リフトの引きつれ感で少し痛みが出ることはありますが、顔の脂肪吸引自体でそこまで痛みを感じることはないので、安心して受けていただいたらいいかなと思いますね。次に圧迫バンドをいつまでするべきですかというのをダウンタイム中聞かれますが、これは原則、1週間ぐらいはしてもらってもいいんじゃないかなと思います。術直後から次の日の朝までは絶対につけてもらうようにして、で、次の日からお仕事に行ってもいいと
たんですが、圧迫バンドを取った時にあまり内出血が出ていないようだったら、もう次の日から外してもらって夜だけつけるなんていうこともしてもらっても大丈夫です。1週間ずっとつけておくっていうのはかなり大変だと思うので、適宜外してもらいながら、お仕事の時は外して夜だけつけるっていう風にしていただければと思います。圧迫バンドする目的としては、腫れ内出血を軽減させるというのが一番の目的なので、そこまで出てない場合はもう外してもらっても大丈夫です。僕の患者で一人いたのがずーっとこの圧迫バンドをつけたことによってこの頭皮が締め付けられて一時的に脱毛、気が抜けてしまったという事例もありました。なので圧迫バンドはずっとつけるというよりは適宜外してもらいながら様子を見てもらったらいいかなと思いますね。次に傷跡ですね。傷跡は頬と顎下の場合はこの耳の後ろと顎のところにつきます。合計3箇所ついて、結構顔は血流が豊富なので傷の治りが良く、あまり傷跡に関しては気にすることはないと思います。大手のクリニックなどではこの首の横なども開けることがあって、ちょっとここは目立つかなと思うんですが、それでもあまり気にすることなく傷跡に関しては治ると思って受けてもらったらいいかなと思いますね。あと、ナゾラビアルファットやメーラーファットを取るときは、この口元の横から取ったりすることはあるのですが、そこに関してもそこまでは目立たないので気にすることはないです。バッカルファットに関しても、この口腔内から取りますが、そこの傷も目立たなくなるので、傷跡に関してはそこまで気にする必要はないかなと思います。傷がどこにつくかっていうのは確認しておく必要はあると思いますね。次に拘縮です。これは脂肪吸引を受けたら誰しもが経験する反応ですが、脂肪を取ったところの層が空洞になることによって、そこを埋めようとする繊維化反応が起こります。それが拘縮といって、触った時にボコボコしたり、硬く感じたり、腫れたように見えるというのがありますね。大体のダウンタイム経過としては1ヶ月でピークになって3から6ヶ月かけて治っていきます。なので1ヶ月でむしろ腫れて見えるっていう場合も拘縮が強い方だといますね。拘縮に関してはかなり個人差があるので、1ヶ月でもう引いてるっていう人もいれば、1ヶ月でピークでやったのにむしろ太く見えるっていう方もいますね。ただマッサージやインディバ、また温泉やサウナなどでこうぐーっとマッサージをしてあげたり運動してあげると早くなるので、ぜひそういったことを取り入れてみてやってみてください。拘縮は絶対に治ってきます。次に本当に稀なんですが、ここに顔面動脈の枝が走っていて、頬の脂肪吸引やジョールファットをするときに、吸引するときに少し触れることがあります。そうすると口を開けるこの口角歯という神経が麻痺して口が開かなくなったり、口を閉じられにくくなったりします。そういう時は口の左右差が出たりして、ちょっと不便に感じることがありますが、これは本当に稀ですね。2、300人に1人で僕も今までやってきて、2人だけ経験したことがありますね。ただ、この顔面神経麻痺なんですが、顔面神経を切断しているわけではないので、ちょっとついて麻痺しているというものなので、そこまで気にすることなく、大体の方が、もしなったとしても1、2ヶ月で治るのが通常の経過ですね。そこまで心配しなくていいと思います。次に動脈損傷ですね。これはたびたびというか、毎年どこかしらの病院で話題になっているんですが、ここに外形動脈っていう太いドクドクした血管があるんですよね。これを例えば本当に何もわからずに刺したりすると、ここから血が出てしまい、大量に血腫ができて、それが気道閉塞してという、とても危険な状態があります。普通の場合、顔の脂肪吸引っていうのは浅い皮下脂肪層しか吸わないので、動脈のところまではいかないんですが、加入量を適当に扱う操作をしたりするドクターだと、その可能性は十分に考えられますね。ただ普通にやってると大丈夫だと思うので、そこまで心配せずに、そういった動脈損傷をすることがありますかっていうふうにカウンセリングで聞いて、動脈を傷つけないような工夫をどのようにしているかっていうのを聞いてみてもいいかなと思います。ちなみにここは絶対にこの浅い層だけ取るっていうのが大事で、包茎筋という筋肉の裏にも脂肪があるんですが、そこは触りに行かないというところですね。もし触りに行くならここをちょっと切って開けて、実際に見ながらっていうのが一番いいと思います。カニューレで見えないところをぐりぐりと深いところを操作するとどこに行っているかわからなくなることがあるので、そういった危険な行為はせずに、あくまで顔の脂肪筋で取るのはこの皮下脂肪の浅いところだけですね。そこを取ってきれいにするというのが顔の脂肪吸引です。なので動脈損傷は普通はそこまで気にしなくてもいいかなと思いますね。次にリスクに入っていきます。顔の脂肪筋、特に頬ですね。ここは表情筋でぐーっとやった時にいろいろな筋肉や脂肪、そして皮膚などがぐーっとなって、いろんな表情じわが入ります。この時に、例えばメーラーのところにぐーっと線が、メーラーを取った時にぐーっとここに一部だけ線が入るなど、へこみのリスクなどは顔の脂肪筋、特に頬はあり得ると思って受けた方がいいですね。顎下の脂肪筋などはあまり表情によって変化しないんですが、この頬とか、ジョールファット周囲っていうのは表情でかなり変化する部位なので、そこに関してへこみが出る可能性というのはゼロではないです。なので、
そういったところも踏まえて、やるかどうかは慎重に判断するっていうのが大事ですね。僕も一度、ここにメーラーファットのところ一部凹みができたことがあるんですが、そういった時は脂肪注入で修正するというのを行いました。次、予定外の線ですね。これも一緒ですね。先ほどのこうグーってやった時に、なんか凹みというか線が入ったように見える可能性はあります。それもメーラーやジョールファットのこのグーってやった時に表情筋が豊かなところですね。そこに関しては出る可能性があるので、そういったリスクもあるというのに十分注意して受けるのが大事ですね。頬や顎下の場合はそこまで出ないんですが、稀にですが、下顎骨のところのこの一部分、ちょっと皆さん自分で触ってほしいんですけど、一部凹んでいる人がいます。僕はあまり凹んでないんですが、そういった凹んでいる人にここがっつり脂肪を取ってしまうと、その凹みがもろに出て、なんか凹んだように見えたりとか、予定外の線が入ったりする可能性はありますね。次に、脂肪吸引で一番多いのが取り残しです。特に多いのは顎下かなと思いますね。本当に太い人とかだと一度で取り切れる量っていうのは限界があるので、2回行うっていうのもアメリカの美容外科学会で推奨されていることもあり、必ずしもドクターの失敗というわけではないですが、やはりその一部分だけちょっと取り残してしまったりとか、そういったことはゼロではないですね。なので本当にここは均一に取る技術っていうのは実は簡単そうに見えて難しい場合がありますね。なのでしっかりとこの加入入れの穴を1箇所、2箇所、3箇所開けて、両方向から顎下などは吸ってあげると、取り残しなくきれいに行うことができます。脂肪吸引の施術後に、しっかりとこの顎下の皮膚をつまんで脂肪の取り残しがないかっていうのを確認して終わるっていうのも非常に大事な作業になりますね。最後に皮膚のたるみですね。これに関しては全脂肪吸引というかダイエットをすると皮膚のたるみというのは出る可能性があります。もともと太かった人がダイエットなどをして一気に痩せるとそこの脂肪の空洞がなくなって皮膚のところに隙間ができます。そこのところで皮膚が伸びたように感じる。もともと伸びていたものが顕在的に脂肪がなくなったことでより伸び感がダイレクトに伝わることで皮膚のたるみとして出てくるというのが正しいものです。なので脂肪吸引によってたるんだというよりは、もともとたるんでいたものが脂肪吸引によって見えてきたというのが正しいですね。こういったたるみに関してはやはり皮膚のたるみ治療というのを併用するのが一番いいかなと思いますね。一般的に行われているのは糸リフトですよね。ただ糸リフトっていうのは結構戻りがあるので、そこに関しては賛否両論ありますね。頬に関しては僕も結構やってもいいとは思うんですが、戻ると思って受けた方がいいですね。なのでメンテナンスで1、2年に1回糸リフトでこうちょっと上げてあげるっていうのであればいいと思うんですけれど、1回でこうグッとやりたいっていうんだったら、やはり石灰リフトをお勧めはしてますね。インモードなどの高周波治療も最近流行ってきていますが、やはりあれも一時的にはいいと思いますが、たるんでしまった皮膚っていうのはもう戻らないので、一番はやはり切って縫うっていうのが一つ一番強力な方法かなと思いますね。はい、ということで今回は顔の脂肪吸引のダウンタイムリスクについて、腫れ、内出血、痛み、圧迫バンド、傷跡、拘縮、顔面神経麻痺、動脈損傷、へこみ、予定外の線、取り残し、皮膚のたるみについて紹介しました。腫れ内出血痛みはあまり出ず、圧迫バンドも外してもらって大丈夫です。そして傷跡も血流がいいので綺麗に治る可能性が高く、拘縮は3から6ヶ月かかりますが、顔面神経麻痺なども起こる可能性は非常に低いです。動脈損傷に関しては気をつけて行っているドクターならまず起こさないと言って大丈夫だと思います。また、へこみや予定外の線のリスクはありますので、そこは十分に注意して行うこと。取り残しや皮膚のたるみなどは可能性としてはあるので、そこも十分注意して脂肪吸引は行うようにしてください。今後も脂肪吸引や豊胸に関する動画を投稿していくので、よかったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それでは。